最近は DNA を調べることで、色々な歴史がわかるのね。昔の人のルーツまで解明できちゃうなんて驚きだわ。ああ、DNA 分析の進歩によって歴史の謎が解明されているぜ。今日は日本人の起源に迫る面白い本を紹介するぜ。斉藤成也氏の核 DNA 分析でたどる日本人の源流、だ。この本は2017年刊行の書籍を過失修正したものだ。著者は DNA 分析を用いた人類進化の研究で有名だ。日本列島の人類史に関する一般向けの著作も多いぜ。矢野健一氏による詳細な書評をもとに解説していくぞ。専門家の知見を交えながらルーツの謎を読み解くぜ。専門家の先生のルーツ研究を、別の専門家が読み解くのね。どんな内容になっているのか、すごくワクワクするわ。本書は大きく分けて全6章の構成で展開されているぜ。第1章の人の起源から始まり、出アフリカをたどる。第3章では最初のヤポネシア人について詳しく語られ、第4章でヤポネシア人の二重構造へと話が進んでいく。さらに第5章で大和人の内なる二重構造に触れて、第6章では多様な手法による源流探しが論じられる。さっき、ヤポネシア人、って言ったけど、それは何のこと？あまり聞き慣れない言葉だけど、日本人のことなのかしら？島尾敏夫氏が使用した用語を踏襲した表現だ。著者独特の表現で、日本列島の住民を総称する呼称だ。ヤポネシア人は主に3つの集団で構成されている、沖縄の沖縄人と、本土の大和人がその2つだ。そして北海道のアイヌ、これら3集団の総称なんだ。この独自の枠組みから DNA 分析を進めていくんだぜ。日本列島に住む多様な人々をまとめた呼び方なのね。それで、そのヤポネシア人の二重構造、っていうのは何？旧石器や縄文時代からの土着縄文系集団の遺伝子と、弥生時代以降に移住したトライ弥生人系集団の遺伝子だ。ヤポネシア人はこれら2つの集団から構成されている。これが DNA 研究でも裏付けられた二重構造モデルだ。DNA 研究以前に、人骨形態の研究から提唱された。著者はこの二重構造モデルを継承して研究しているぜ。縄文人から弥生人へ移行するときって、色々な説があったわよね。渡来人が縄文人を追い出したのか、それとも混ざったのかしら。形態の差を食生活の変化などで説明するのが変形説だ。渡来人が縄文人を駆逐したと考えるのが帰還説だぜ。そして両者が混合した要因で説明するのが根結説だな。現在はこの問題に関するほぼ全ての学説が根結説だぜ。著者の DNA 研究の結果、変形の寄与割合は 12% で、帰還の寄与割合が 88% とみなすことができるそうだ。つまり著者は帰還説に近い結果を得たと述べているぜ。多数派の新しい遺伝子に置き換わったということだ。88% も帰還されたなら、かなり大規模な変化よね。でも縄文人の遺伝子って、現代の私たちにも残っているのよね。篠田氏によれば、ゲノム分析された渡来系弥生人は皆、ある程度の縄文的な遺伝子を保有しているらしいぜ。韓国の三国時代以降にも縄文的な遺伝子が残るそうだ。現代人の縄文遺伝子は弥生人由来を含む可能性が高い。東日本では、古墳時代にも縄文的な遺伝子の残存が、強く認められる人骨が報告されている事実もあるんだ。現代に残る 12% の縄文系遺伝子をどう解釈するかは、今後の個人骨 DNA 研究の成果に大きく左右されるな。渡来人がやってきたのは弥生時代だけじゃなかったってこと？どうやってその移住の歴史を DNA から解き明かしたのかしら？著者は現代のアイヌ、沖縄人、大和人に加えて南北の中国人と、礼文島船泊遺跡から出土した個人骨を用いた。この船泊遺跡の個人骨など、各集団のスニップデータを、アドミクスチャー分析という手法で詳しく分析したんだ。スニップとは集団に 1% 以上見られる DNA の突然変異で、集団の権限関係を分析する有効な指標として使われる。スニップデータとか数学的手法を使って、客観的に分析したのね。そのアドミクスチャー分析の結果、一体どんなことが分かったの？遺伝子を任意の数のクラスタに分けて分析する手法だ。著者は3分割モデルにより移住民を3段階と想定した。これが日本列島への3段階トライモデルというわけだぜ。船泊りの個人骨はアイヌと同類の第一波移住民とされた。沖縄人の9割、東京周辺の6割に共通するのが第2波だ。東京周辺の4割に共通するのが第3波と設定されたぜ。3段階に分けてトライしてきたって、それぞれいつ頃の時代なの？どんなルートで、どんな人たちが日本にやってきたのかしら？第1段階は約4万年前から縄文中期までのトライ集団だ。この時期にトライした集団の遺伝子をベースとしている。第2段階は約4400年前から3000年前までの時期だ。縄文後期から晩期にかけてトライした集団の遺伝子だぜ。
第3段階は、約3000年前から始まる弥生時代から、古墳時代以降から現代までに渡来した集団のことだぜ。縄文時代の後期や晩期にも、海外から人がやってきていたのね。弥生時代より前にも渡来人がいたなんて、結構意外な事実だわ。第1段階と第3段階前半については概ね定説に近いな。しかし縄文後晩期における集団の流入は定説ではない。縄文農耕に関して大陸の影響が議論されたことはあるが、完全に証明されて定説となっているわけではないんだ。しかし分析によれば、第2の祖先集団の遺伝子比率が、大和人で6割強、沖縄人で9割を占めるらしい。第2祖先集団は弥生人と権縁だったと述べられている。実際の量的比率は図の比率と異なる想定かもしれない。現代人の遺伝子の6割以上が、その第2波の人たちのものなの？なんだか考古学の定説と DNA のデータで食い違いがあるみたいね。両者の家主も第2波と第3波の規模の差については、遺伝学的にどう予想できるか説明が欲しいとしている。縄文後晩期は東日本の縄文文化の西方電波と合致する。東から西へ人口増加の波が移動した時期と考えられる。家主自身は朝鮮半島からの人口流入の有無について、これまで全く考慮してこなかったと率直に述べている。じゃあ、その第2波の渡来があったかどうかはまだ議論の途中ね。ネズミとか動物の移動から人間の動きが分かったりはしないの？実は20日ネズミの亜種が日本列島に出現するまでに、半島を経由せず長江から直接来た可能性もあるそうだ。東北や鹿児島へ雑穀とともに直接来たという議論もある。ただ考古学的証拠と合わず年代測定誤差の問題もある。仮にこの年代が正しければ、長江下流域を含む大陸から人間が直接渡航した説を支持する証拠になるそうだ。いろいろな分野の証拠を照らし合わせるのが重要になってくるのね。ちなみに、その縄文晩期の頃って人口が減っていたと聞いたわ。著者はミトコンドリア DNA による人口変化にも言及し、3000から4000年前に人口減少が生じたとしている。縄文後晩期の人口規模を最低30万人程度とする推定で、人口減少期に稲作が導入され人口増加に転じたという。考古学の対極的な人口変化の傾向と、この結果は矛盾しない。北部九州では縄文晩期に遺跡が減り弥生早期に増加する。本州西部や中九州も縄文晩期前半に遺跡数が減少し、北部九州の弥生早期に相当する時期に遺跡数が増加する。やっぱり遺跡の数と人口の増減はちゃんとリンクしているのね。それなら DNA 分析の結果もバッチリ正しい証明になるんじゃない？ところがミトコンドリア DNA の分析結果をそのまま認めると、1万2000年前から続く人口減少の最終期になってしまう。縄文時代を通じて1万年間も継続する人口減少というのは、考古学的データから想定することは不可能と指摘するぜ。著者は日本だけでなく中国人の DNA も混在した結果だというが、遺伝子研究に乏しい両者にはよく理解できなかったそうだ。考古学と DNA 研究のすり合わせにはまだまだ課題が多そうね。他には大和人についての新しい発見なんかは書かれていたの？著者は大和人の遺伝子研究の重要な成果として、日本列島内の中央軸や内なる二重構造を提起した。中央軸は、大和人の中で渡来人比率が高い地域だ。東海道新幹線と山陽新幹線を結ぶラインに沿っているぜ。東京から福岡まで伸びるこの軸に沿った都道府県は、東北や日本海沿岸、九州や四国沿岸とは傾向が異なる。大都市圏を結ぶルートに渡来系の遺伝子が多いってことなのね。それも弥生時代とか、昔の渡来人の影響が残っているのかしら？著者は第2段階の縄文後晩期の渡来民が基盤を形成したと考える。だが両者の家主は、この見解に対して疑いの目を向けているぜ。ミトコンドリア DNA の主成分分析のグラフをよく見てみると、大都市圏を中心とした地域と周辺地域の文化を示している。左端に近く分布するのは北海道も含めて東日本の都道府県が多く、右側には逆に西日本の県が多いという明確な分布があるんだ。家主は、江戸や東京が中心となった近世や近現代の傾向を、このデータは強く反映しているのではないかと疑っているんだ。なるほど、昔じゃなくて、最近の人の移動の結果かもしれないのね。考古学と DNA の研究をすり合わせるのって、本当に難しそうだわ。ああ、旧石器や縄文時代でも日本列島の東西差は指摘できるし、遺伝子レベルでの地域性の継続を確認するのは至難の技だぜ。著者が主張する内なる二重構造の通じ的継続を確認するには、各時代の個人骨から採取された DNA のチェックが不可欠だ。著者も神話の国つかみや天つかみに結びつけて詳細に論じているが、今後は考古学的事象とのさらなる議論の深まりに期待したいぜ。いろんな視点から古代史を解き明かしていくのはロマンがあるわね。私も、各 DNA 分析でたどる日本人の源流、を読んでみたくなったわ。
今回紹介したのは、この本に書かれている内容の本の一部だ。ぜひ実際に手に取って、日本人のルーツの謎に触れてみてほしい。様々な分野の研究者が協力して、少しずつ真相に迫っているんだ。これからも考古学と遺伝学のコラボレーションから目が離せないぜ。それでは、今回の解説はここまでにしようと思うぜ。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。